大号将、芋虫の助念。芋虫とアリスはしばらくの間黙って見つめ合っていた。やがて芋虫は口から水キセルを外し、気だるそうな眠たげな声で話しかけた。お前は誰だ？芋虫が言った。会話の出だしとしては全く気が乗らない。アリスはやや恥ずかしそうに答えた。それが今のところ自分でもよくわからないんです。少なくとも今朝起きた時は自分が誰か分かっていたのですけれど、それからこっち何度も変わってしまったみたいで。どういう意味だ？芋虫が厳しく言った。はっきり言え。自分自身のことをはっきり言えないんです。アリスは言った。だって自分が自分じゃないんですもの。意味がわからんな。芋虫が言った。これ以上うまく言えないんです。アリスはとても丁寧に答えた。まず自分でもわからないんですから。一日のうちにいろんな大きさになるのは本当にわけがわからなくて。わからんことはない。芋虫が言った。そうかもしれませんけど、まだ経験が終わりにならないのでしょう。アリスは言った。でもいつかさなぎにならなくてはいけないし、いつか必ずそうなるんですよ。その後蝶になるんですから、その時少しは変な気分になりませんか？嫉妬も？芋虫が言った。そうですか。あなたの感じ方は違うのかもしれませんけど、アリスは言った。私にとってはとっても変なんです。お前芋虫が軽蔑したように言った。お前は誰だ？こうして話は振り出しに戻ってしまった。芋虫があまりにぶっきらぼうなものだから、アリスは少しイライラしてきて背筋を伸ばし厳かに言った。まずそちらが何者か教えていただくのが先ではないでしょうか。なぜだ？芋虫が言った。またまた返答に困る問いだった。いい理由が何も思いつかないし、芋虫はひどく不機嫌そうだったので、アリスはくるりと背を向けた。戻ってこい。芋虫が後ろから呼んだ。大事な話がある。これはなかなか期待できそうだ。アリスは引き返した。解釈を起こすな。芋虫が言った。それだけですか？アリスは怒りをぐっと飲み込んでいった。いや、芋虫が言った。待っていてもいいだろう。他にすることもないし、そのうち何か聞く価値のあることを言ってくれるかもしれない、とアリスは思った。数分間、芋虫は黙って水キセルをぷかぷかふかしていたが、やがて腕を解いて口から水キセルを外し、言った。それで自分が変わったと思っているのだな。そうなんです。アリスは言った。前みたいにいろんなことが覚えられなくて、しかも10分間同じ大きさでいられないんです。何が覚えられない？芋虫が言った。小さな働き蜂はいかにしてを暗唱しようとしたのに全部違ってしまったんです。アリスはしょんぼりした声で答えた。ウィリアムじいさん、お年を召してを暗唱してみろ。芋虫が言った。アリスは手を組んで暗唱を始めた。ウィリアムじいさん、お年を召して。と若者が言った。髪はすっかり白くなった。なのにしょっちゅう逆立ちするのはお年にふさわしいとお思いですか？若い頃は。とウィリアムじいさんは息子に答えた。脳を痛めやしないかと心配だった。だが脳みそなんかないと確信した今では何度だってやるさ。お年を召して。と若者が言った。さっき申した通り随分と太られた。なのに入り口で爆中をなさるとは一体どういうわけですか？若い頃は。と賢者は白髪を揺らしながら言った。この塗り薬で手足をしなやかに保ったのだ。一箱1シリング、2箱ほどいかがかな。お年を召して。と若者が言った。顎は弱くて脂身より硬いものは食べられないはず。なのにガチョウ骨もくちばしも残さず平らげた。一体どうやったのですか？若い頃は。とじいさんは言った。法律の勉強をして何でもかみさんと議論したものだ。顎の筋肉がそれで鍛えられて一生持っておるのだよ。お年を召して。と若者が言った。まさかとは思うが目もお達者とは驚きだ。なのにうなぎを鼻先に乗せてバランスを取るとは。なぜそんなに器用なんですか？
3つ質問に答えたからもうたくさんだ。とじいさんは言った。生意気な口を聞くな。一日中そんなくだらん話を聞いていられるか。とっとと失せろ。さもなきゃ階段から蹴り落とすぞ。正しくないな。芋虫が言った。ちょっと違ったかもしれません。アリスはおずおずと言った。いくつか言葉が変わってしまって。最初から最後まで間違っている。芋虫はきっぱりしばらく沈黙が続いた。先に口を開いたのは芋虫だった。どのくらいの大きさになりたいのだ？大きさにはこだわりません。アリスは急いで答えた。ただしょっちゅう変わるのは嫌なんです。嫌かどうかは知らんな。芋虫が言った。アリスは何も言わなかった。生まれてこの方こんなにことごとく反応されたことはなかったから感触が起きそうだった。今の大きさで満足か？芋虫が言った。もうちょっとだけ大きくなりたいのですけれど。アリスは言った。3インチなんて惨めな背丈ですもの。立派な背丈だ。芋虫は怒ってぐっと身を起こした。ちょうど3インチだったのだ。でも私は慣れていないのです。かわいそうなアリスは泣きそうな声で言った。そして独り言だ。この世界の生き物たちはどうしてこんなにすぐ怒るのかしら。そのうち慣れる。芋虫は言うと水キセルを口に加えてまた孵化し始めた。今度はアリスもちっと辛抱強くなった。一二分すると芋虫は水キセルを口から外し、一度二度あくびをして体をぐるっと振った。それからキノコを折り草の中を這いずっていきながらぽつりとこう言っただけだった。片側を食べれば大きくなる。反対側を食べれば小さくなる。何の片側？何の反対側？アリスは独り言だ。キノコだ。芋虫が言った。まるで声に出して聞かれたかのように。そして次の瞬間にはもう見えなくなっていた。アリスはしばらくキノコを見つめて考え込んだ。二つのがどこなのか見極めようとしたが、まん丸なので非常に難しい。けれどもとうとう両腕をぐるりと伸ばしてキノコを抱き、両手で端をそれぞれ一かけずつちぎり取った。さてどっちがどっちかしら。とつぶやき、試しに右手の一かけを少しかじった。次の瞬間、顎の下にすごい衝撃を感じた。自分の足にぶつかったのだ。こんなに急に変わったのでだいぶ怖かったが、ぐんぐん縮んでいるのだからぐずぐずしている場合ではなかった。すぐにもう片方のかけらを食べ始めた。顎が足にピタリとくっついて口を開ける隙間もほとんどなかったが、なんとか左手のかけらを一口飲み込んだ。やっと頭が自由になったわ。アリスは嬉しそうに言ったが、次の瞬間喜びは不安に変わった。肩がどこにも見当たらないのだ。下を見ると見えるのは途方もなく長い首ばかりで、遥か下に広がる緑の葉の海から茎のようにすっと突き出ている。あの緑のものは何かしら。アリスは言った。私の肩はどこに行ったの？それにかわいそうな手、どうして見えないの？手を動かしてみたが、遠くの緑の葉がカサカサ揺れるだけだった。手を頭まで持ち上げるのは無理そうなので、頭を手の方に下ろしてみた。すると首が蛇のようにどの方向にもくねくね自由に曲がると分かって嬉しくなった。綺麗なジグザグに曲げて葉の中に潜り込もうとしたところ、その葉はさっきまで歩き回っていた木々の梢に他ならなかった。鋭いシュッという音がして、大きな鳩が顔に飛びかかってきて翼でバタバタとひどく叩いた。蛇だ。鳩が叫んだ。蛇なんかじゃないわ。アリスは怒って言った。放っておいて。やっぱり蛇だ。鳩は繰り返した。少し声を落としてすすり泣くように続けた。あらゆる方法を試したのにどうしても合わないの。何の話をしているのかさっぱりわからないわ。アリスは言った。木の根元にも巣を作ってみた。土手にも生垣にも。鳩はアリスの言葉を聞かずに続けた。でも蛇ったら何をしても気に入らないのよ。アリスはますます首をかしげたが、鳩が話し終わるまで何を言っても無駄だと思った。卵を返すだけでも大変だっていうのに。鳩は言った。昼も夜も蛇に目を光らせなきゃいけないなんて、この3週間一睡もしていないのよ。おつらかったでしょうね。アリスはだんだん話が分かってきていった。やっとのことで森一番高い木に巣を作ったというのに。鳩は声を金切り声に上げて続けた。
やっとこれで蛇から逃れられたと思ったら、空からくねくね降りてくるなんて。いや、蛇め。でもヘビじゃないってば。アリスは言った。私はほう、じゃあ何なのよ。ハトが言った。何か作り話をしようとしているのは見え見えよ。私は女の子よ。アリスは少し自信なさげに言った。今日一日でどれだけ変わったか思い出すと。もっともらしい話だこと。ハトは最大限の軽蔑を込めて言った。女の子だって随分見てきたけれど、そんな首の長い子は一人もいなかったわ。ダメダメ。あんたはヘビを否定したって無駄。まさか卵を食べたことがないとでも言うんじゃないでしょうね。卵は確かに食べたことあるわ。アリスはとても正直な子だったので言った。でも女の子だってヘビと同じくらい卵を食べるのよ。信じないわ。ハトが言った。でも食べるなら女の子だってヘビの一種よとしか言いようがないわね。これはアリスにとって全く新しい考えだったので、1、2分黙り込んでしまった。するとハトはここぞとばかりに付け加えた。卵を探しているんでしょう。ちゃんとわかっているのよ。女の子だろうとヘビだろうと、私にとっては同じことよ。私にとっては同一類よ。アリスは急いで言った。でも卵を探しているわけじゃないの。それに探していたとしても、あなたの卵なんかいらないわ。生卵は好きじゃないもの。ならあっちに行って。ハトは拗ねた口調で言って巣に戻った。アリスはなんとか木々の間に身をかがめたが、種がしょっちゅう枝に絡まってその度に止まってほどかなければならなかった。しばらくして両手にまだキノコのかけらを持っていたことを思い出し、慎重に片方をかじっては反対をかじり、大きくなったり小さくなったりしながらとうとう元の背丈に戻った。ちょうどいい大きさに近い状態が随分久しぶりだったから、最初はなんだか変な感じがした。でも数分で慣れて、いつものように自分に話しかけ始めた。よし、計画の半分は達成ね。こうもコロコロ変わると本当に孫つくわ。1分先に自分がどうなっているかわからないんだもの。でもまあ、ちゃんとした大きさには戻ったわ。次はあの素敵な庭に入ること。一体どうすればいいのかしら。そう言っているうちにパッと開けた場所に出た。4フィートくらいの高さの小さな家がある。あそこに住んでいるのが何者であれ、アリスは思った。この大きさのまま行ったら腰を抜かされてしまうわ。そこでまた右手のかけらをかじり、9インチの背丈になるまで家には近づかなかった。